30年も現役を張り続けた名機 RGM-89 ジェガン進化の系譜。 RGM-89 ジェガンは機動戦士ガンダム逆襲のシャアや機動戦士ガンダムユニコーンなどに登場し、地球連邦軍の主力モビルスーツとして様々なシーンで活躍した機体です。ジェガンは機動戦士ガンダムに登場したやられ役としての量産機ジムの系譜を受け継ぐ機体でありながら、時にはただのやられ役ではない活躍を見せつけた機体でもあります。今回はそんなジェガンとその進化の系譜について解説させていただきます。諦めの悪いやつが俺以外にもいるなんてな。宇宙世紀0089-1月、ハマーン・カーンが率いるネオジオン軍とエウーゴの戦いである第一次ネオジオン構想が終結した後、地球連邦軍は主力量産型モビルスーツとしてアナハイムエレクトロニクス社にジェガンの開発を委託しました。漫画アナハイムレコードによると、この当時のアナハイムエレクトロニクスはダブルゼータガンダムの開発に成功したものの、複雑な変形合体機構を持つムーバブルフレームは生産コストを引き上げる要因になるという問題を抱えていたので、生産コストを抑えるため可変機構を持たない汎用型モビルスーツの開発を検討します。この頃の量産型の主力汎用モビルスーツとしてはジム3が運用されていましたが、ここにダブルゼータガンダムの開発で成功した高出力パワージェネレータなどの技術を加えて新型機を開発します。こうして完成したのが RGM-88X ジェダとなります。ジェダはもともとは機動戦士ガンダムハイストリーマーに登場する機体であり、地球連邦軍がアナハイムエレクトロニクス社に開発を委託したジェガンの前身機にあたる試作モビルスーツとされています。機動戦士ムーンガンダムではハイストリーマーの設定と同じくアムロ0の正体に量産検討機として配備されています。こうしてプロトタイプ機であるジェダの検証を経て開発されたのがジェガン A 型となります。ジェガン A 型は機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場し、当初は A 型とはつけずにジェガンと呼ばれていた機体です。地球連邦軍が開発したジムの系譜を受け継ぐ機体ではありますが、ネモ、ネロ、ジェダといったアナハイムエレクトロニクス社のモビルスーツ設計思想も取り入れた結果、非常に高い基礎性能を持つ機体に仕上がりました。バックパックや脚部、肩部に大出力スラスターを搭載しており、運動性能が大きく向上しています。コックピットには新たな操縦機構としてアームレイカーが採用されました。これによって複雑な操作が可能になり、動作ロスを減らすというメリットにつながりました。ただし、被弾などの衝撃を受けた際に手が離れるという欠点を持ちます。武装としては、まず頭部にはバルカンポッドシステムを備えており、ビームライフルやビームサーベルといったオーソドックスな兵装を持ちます。腰部にはハンドグレネードを搭載し、シールドには2連装ミサイルランチャーが内蔵されています。機動戦士ガンダム逆襲のシャアの劇中では、物量作戦で戦いを繰り広げているほか、ただのやられ役ではない場面も登場しています。民間人であるハサウェイ・ノアが登場し、戦場へ身を投じていきます。ベルトーチカ・チルドレンではアムロ・レイが登場し、レズン・シュナイダーと一戦交える様子が描かれています。またアクシズ落下阻止の際、飛ばされそうになるギラ動画の腕をつかむジェガンには、一年戦争時にブルーディスティニーに登場していたユウ・カジマが登場しているとされています。このようにジェガン A 型は逆襲のシャアの舞台である宇宙世紀0093において数多くの活躍を見せましたが、多数の派生機が開発されています。まずジェガン重装型です。ジェダの設計とジェガンの火力や防御力を組み合わせて設計した機体で、シャアーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションシリーズに分類される機体です。次にジェガン界です。漫画ダブルフェイクアンダーザガンダムに登場する機体で、ジェガンに100式の設計思想を取り入れた機体です。宇宙世紀0090にハンドメイドで作られた D ガンダムとネオジオンの交戦の最中、コロニー建設の護衛機として配備されています。シャアの反乱の後に改良された機体としては、まずプロトスタークジェガンがあります。宇宙世紀0094に開発されており、複座式コックピットで操縦と火器管制を2名で行います。映像としては機動戦士ガンダムユニコーンに登場した機体です。対艦攻撃用の試験機として開発されたので、両肩に大型ミサイルを装備したタイプやミサイルランチャーを装備したタイプが存在します。次にジェガン A 型を強化発展させた機体としてジェガン A2 型があります。
基本スペックの強化を目的として開発された機体です。こちらも機動戦士ガンダムユニコーンに登場した機体で、シルエットは A 型と変わりませんが推進機能が強化されています。劇中では戦艦ゼネラルレビル所属機として独特なツートンカラーで登場しています。なおジェガン A2 型は漫画機動戦士ガンダム UC0096 ラスト3にて中距離支援用モビルスーツキャノンガンへ改修されているほか、さらに GF タンクと合体することで超長距離射撃能力を向上させたキャノンガン DX へと改造されています。こうしてジェガン A2 型を経て生み出されたのがジェガン D 型となります。ジェガンのマイナーチェンジ機として総合性能が強化された機体であり、宇宙世紀0094に先行配備が開始された後、宇宙世紀0090代中盤からは地球連邦軍の主力モビルスーツとして数多く運用された機体です。乾燥機能も強化されたので数多くの派生機が誕生しています。なお先行配備機は漫画機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネなどで登場しており、シナンジスタインの攻撃で全滅しています。ジェガン D 型の回収型としては複数の機体が機動戦士ガンダムユニコーンやガンダムナラティブに登場しています。まずエコーズ仕様です。これは頭部へのセンサーと胸部装甲を追加した機体で、特殊部隊エコーズに配備された機体です。劇中ではメガバズーカランチャーでの支援砲撃やシュツルムガルスとの戦闘などを繰り広げています。なお機動戦士ガンダムナラティブではエコーズ仕様と同様の胸部装甲を装備したマーサビストカーバイン護衛隊仕様が登場し、ディジェと交戦しています。次に EWAC ジェガンです。頭部から肩部にかけて大型の偵察用センサーを装備しています。ガンダムユニコーンの劇中ではネオジオン艦隊の位置情報を収集するのに使用されています。また偵察用センサーを装備した機体としては漫画機動戦士ガンダムムーンクライシスにて ESM ジェガンが登場しています。次にスタークジェガンです。プロトスタークジェガンは A 型をベースに開発されましたが、スタークジェガンは D 型をベースに火力と機動力を強化した機体となります。プロトスタークジェガンと同じく対艦用攻撃仕様となっていますが、火力や機動性、防御性能を向上させています。機動戦士ガンダムユニコーンではクシャットリアに前線する様子が描かれているほか、漫画機動戦士ガンダムユニコーン星月のかけらではリゲルグやドーベンウルフを次々と撃墜する活躍を見せつけている機体です。またスタークジェガンの武装をパージして高機動の敵モビルスーツに対抗するための形態であるジェガン高機動型やバルカンポッドを追加したダブルバルカンポッド仕様が開発されているほか、リガ髄のバックウェポンシステムを搭載した可変型など設定画が公開されていない謎に包まれた機体も存在します。こうして宇宙世紀100までに様々なバリエーション機が登場したジェガンですが、宇宙世紀100以降はさらに派生機が登場します。まず映画先行のハサウェイに登場したジェガン A 型マンハンター仕様です。地球上の不法居住者を摘発する警察組織マンハンターが所持している機体です。マンハンターはあくまで民間企業になるので、地球連邦軍内で旧式化したジェガン A 型を改修した機体となっています。劇中では対人用機銃を撃つ様子が描かれています。さらに消火作業を行うジェガン A 型の姿も見受けられます。背部に消火器を背負う姿が印象的な機体です。宇宙世紀100以前はジェガン D 型のバリエーション機が数多く登場していましたが、宇宙世紀王1以降はジェガン A2 型を改良した機体であるジェガン J 型が開発されます。A2 型と同様のシールドを装備しており、機動戦士ガンダム F90 やガンダム F91 に登場した機体です。さらに派生機体として腰部にロケットパックを搭載して火力を強化したジェガン M 型や機動力と通信機能を強化したジェガン R 型が存在します。しかし宇宙世紀王123の時点で設計からすでに30年が経過しており、クロスボーンヴァンガードの小型モビルスーツには全く対抗できず、一方的に撃墜されていく様子が描かれています。ジェガン R 型の派生機としては漫画機動戦士ガンダムシルエットフォーミュラ91ではサナリーが開発したガンダム F91 に対抗するべく立ち上げたアナハイムエレクトロニクス社のシルエットフォーミュラプロジェクトが描かれていますが、こちらではジェガン R 型に装備を追加したファイアボールと呼ばれる機体が登場しています。また漫画機動戦士ガンダム F90 では
サナリーがアナハイムエレクトロニクス社から譲渡されたジェガン J 型をベースに改装した機体として ST ガンが登場します。こちらはセンサー機能を強化した機体となっています。ジェガンはこの他にもゲームオリジナル機体や特定のパイロット専用機、特定の組織所属機体などたくさんの派生機が存在しています。さらにジェガンをもとに機動戦士ガンダムユニコーンや NT に登場した上位機種のジェスタや先行のハサウェイに登場した同じく上位機種のグスタフ・カールといった機体も生み出され、その後はジェガンを小型化したヘビーガンが開発されましたが、ヘビーガンは革新的な技術が用いられておらず、アナハイムエレクトロニクス社がモビルスーツの小型化に追従できず衰退したこともあって、徐々にサナリーの小型モビルスーツが地球連邦軍の主力兵器に置き換わっていくことになりました。しかし結果的には約30年の正式量産機として採用され続けており、さらに量産機でありながらもただのやられ役ではなく、時には敵に一矢報いるシーンや重要な役回りをしていることから味のある機体に仕上がっているのが面白いところではないでしょうか。余談ですが、ジェガンは伊豆淵豊氏によってラフデザインが描かれており、機動警察パトレイバーのイングラムに似せてしまったことが反省点と語られていますが、逆にその引き締まったシルエットも人気が出た要因の一つになっているのかもしれません。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。